辛いこととか嫌なことってありますか？みんなで一緒に永遠の平安を目指しましょう。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正です。ご視聴ありがとうございます。海は広いな、大きなというように、海は広いです。大きいです。いろいろなものを受け入れても、海は海のままです。原発の処理水の海洋放出の問題がありますが、とりあえず海に流しちゃえ的な発想があるのも、海の許容度が大きいためですね。原発の処理水のような賛否が分かれる話には触れない方が無難ですかね。海といえばディズニークルーズの船旅の話題の方が楽しそうですけどね。どれも大切な話題です。さて今日はこのバガバッドギーターの第2章施設70のところです。ここはとっても手元もとってもとても大事な話です。ちなみにバガバッドギーターのエッセンス、一番重要だと言われているのは第2章45節です。そこには根本的な原理が説かれているんですけれども、今回の話は通常の人が勘違いをしてしまっている点についても誤解を解く話です。いつものようにさあ行くぞで始めましょう。さあ行くぞ、いつもやってませんけどね。さてこの第2章70節はバガバッドギーターの原文の中に出てくる例え話の一つです。話をするときには例え話があると理解しやすくなりますよね。ちなみにバガバッドギーターはマハバーラタという叙事詩の一部です。紀元前5世紀から紀元前2世紀の間に成立したと言われています。著者はビアーサという人のようです。この本の第3章施設3のマハリシの注釈で悟りに至る2つの道は太古の昔から受け継がれてきたとありますので、ヨーガや瞑想はこのバガバッドギーターよりもずっと前、それこそ太古の昔からあるということですね。そういうことを踏まえて、この本では例え話を入れながら大切なことを伝えています。ちなみにこれはただの物語ではなくて本当にあった話だとも言われています。ちょっと脱線しましたが、今日は海、広くて大きい海が主題です。海にはいろいろなものが流れ込みます。最近問題になっているマイクロプラスチックなどもそうですね。あなたの近くに川は流れていますか？その川の水も海に流れ込んでいますね。海が川のゴールです。川の水が海を目指して流れているように、実はあなたの持っている欲求もゴールを目指して流れています。欲求というと何かを食べたいとか、お金が欲しいとか、誰かと仲良くなりたいとか、国会議員になって裏金をもらいたいとか、いろいろとあると思います。ではそういう欲求はなぜ出てくるのでしょうか？その欲求のゴールは何でしょうか？はい、それは幸せですね。幸せがゴールです。先ほどの話ですと、海がゴールです。幸せになりたくて、あれが欲しい、これがあればなって思うんですね。いかがですか？すべての欲求は幸せになりたいために出てきます。この本では欲求は幸福が欠けていることから生じると書かれています。心はいつも幸福の場を探し求めています。あなたは今何か欲しいものがありますか？何か足りないものはありますか？それが手に入った時には幸せになりますか？もしそれが手に入らなかった時には不幸ですか？あなたが幸せになるためにあなたに欲求が生まれます。そしてその欲求は幸せになるため
という目的があります。この本ではその幸せという目的ゴールを海に例えています。さて、目的を達成した人、ゴールに到達した人がいます。それはいわゆる悟りを開いた人です。悟った人は幸せのゴールにいるのですから、もう幸せになりたいという欲求はありません。お腹がいっぱいの人が何か食べたいって言わないのと同じことです。悟りを開いた人の意識は海のようであると言われています。ちなみにこれは欲求がなくなるということではありません。お腹が空いた時には何か食べたいという欲求が出てきます。でもそれは絶望というレベルではなくて、あればいいなぐらいのレベルです。これは心が満足している状態、永遠の平安の状態です。この永遠の平安の状態が人生のゴールで、これを求める人がたくさんいます。しかし実際に永遠の平安を実現するには、あなたがあなたの中にある幸福を体験することが大事です。それによって幸福があなたのものになります。一般的に誤解されていることとしては、この幸福を体験する方法が分からずに、欲求を制御したり、押し殺すことによって、つまり欲求や願望を捨てることで幸せになるというイメージです。悟りを開いた状態を目指したり、すでに悟りを開いた状態である感じに装うために、本当は欲求があるのに、欲求がないふりをするのは無意味です。無意味どころか人生をドブに捨てる行為です。楽しくない時間を過ごすことになります。超越瞑想というテクニックを知らない人は、究極の幸福の状態になる方法を知らないので、欲求や願望を捨てれば幸せになれると勘違いをしてしまったりするようです。実際には欲求は捨てることはできないので、我慢するということになりますね。我慢してもストレスがたまるだけで幸せにはなりません。本当の意味で幸せになるのは、悟りを開いて自分の中に幸福を持った場合です。その時、欲求が目的を達成した状態になるので、何かを求めることがなくなります。これは先ほどの海の例で言えば、自分が海になったということです。自分が海ですから、そこに向けて流れる欲求の川がなくなります。なんとなく分かったような分かんないような感じかもしれません。要するに今回伝えたいことは、我慢をしたり無理をすることは悟りとは無関係ということです。つまりですね、世間一般で我慢しろと言われたり、無理するなと禁止されたり、あるいは自分で決意する人もいるかもしれませんけれども、それによって幸福になるということはないということです。では今回の話をまとめましょう。欲求は幸せになりたいという気持ちから生まれます。それなので欲求は悪くありません。しかし悟りを開きたいというか、悟りを開いたというふりをするために欲求を我慢するのは間違っています。そういう生き方をせずに超越瞑想をすることで、自分の中の至福意識にアクセスをする方がいいと思います。それによってあなたは海になります。それは永遠の平安を手に入れることになります。はい、今日の動画は以上です。チャンネル登録やいいねで応援してくださると嬉しいです。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料の説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。これからも皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせる動画を作っていきます。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。